はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミィです。はい、今回は B 級アイズウィンドです。ミミィは B 級アイズ好きだよ。愛も好きだな。このチームはみんな B 級アイズ好きってことだね。今年5月の入院中、病室に持ち込んで聞き込んだウィンターウルトラもかなり良かったけど、ウィンドも聞けば聞くほど良くなっていく感じだわ。ウィンターとどっちがいい？それはここからのレビューで明らかにしていこうか。そりゃそうだ。スプリングをはじめとする四季シリーズに続く新たなシリーズということらしいですね。そのようだね。今回はウェザーシリーズ。まずはウィンド、風。四季シリーズに比べ幅が広がるから色々出そうですね。確かに。3万円台のモデルなのね、結構お高め。そうね、でもこれは欲しいな。前作ウィンターと比較しながらドライバーについて見てみると、ウィンドはウィンター同様防音コンダクション骨伝導システムを採用しているのが特徴。ウィンターでは 11.6mm ピエゾ防音コンダクションユニットが搭載され、中高域以上で骨伝導システムが活かされていたようだけど、ウィンドには 10mm 中低周波骨伝導ユニットが採用され、大域への影響範囲が広がったみたい。この部分のようだね。なんか笑ってるみたいね。ウィンドスマイル。一方ダイナミックドライバーはウィンターの 12mm からウィンド 10mm と少し小型になっているけど、 10mm 中低周波骨伝導ユニットが効いているようで、どっしりかつクリアーな低域を感じられる。聞いた印象はサウンドチェック後に聞かせていただきますね。外観がかっこいいので愛は多分買っちゃうと思います。中国語の風の文字をモチーフにしたフェイスプレートのデザインが特に気に入っちゃいました。カラーは2色ありますけど、愛はやっぱブルーがいいな。全身金属ボディなので片側 7.2g はやや重めに感じますが、しっかりした作りに感じます。厚みは標準より少し薄めに感じます。装着時、愛は少し軸の長めなイヤーチップで調整しました。じゃあそろそろ波形の登場ね。まずはイヤーチップの比較から。ウィンドにはイヤーチップが4種類バンドルされてたので全部比較してみたよ。リファレンスが一番広域が伸びるで肩みたいね。それに対して広域が一番落ち着いてそうなのがメモリーフォームタイプ。この辺りのカーブが角張ってるんでちょっと気になったの。測定間違えたかなーって思ったけど、イヤーチップによってスムーズな場合もあるから間違いじゃないみたい。次はよく測定する3種も足して比較したものね。左右は同じものだけど左は線が太いからちょっと細くして右にも表示してみたよ。広域のニュアンスにこれだけの幅が出るのでリスニングの際参考にしてね。聞いてみた印象では広域が十分聞こえていたので、バンドルイヤーチップの中でこの部分が割と減衰しているものをサウンドチェック用にしてみた。その結果今回はバランスドタイプで音収録してる。ただしこのバランスドは傘の部分がちょっと硬めでサイズが合わないと低域ががっつり抜けてしまうので、収録時もリスニングでも結構気を使ったね。次は他モデルとの比較で主に骨伝導システムを採用しているものをピックアップしてみました。ウィンターウルトラは先ほどドライバーの比較でお話ししているので飛ばします。キウイイヤーズクインテッドは4種類のドライバー搭載モデルで、その一つにピエゾボーンコンダクターがあるのでピックアップしました。正オーディオハイプ2はドライバー構成で共通点はありませんが、ジャックさんが入れといてということなので入っています。サウンドチェックでは骨伝導の収録は無理なので、それ以外の傾向を聞いてもらえばと思います。詳細は聞いていただいた後にお話しするとして、音収録はハイプ2を除いた3モデルの比較です。ウィンドに比べウィンターウルトラは波形の通り中域の厚みの差がわかると思います。クインテッドはウィンターウルトラよりウィンドに似た印象でした。正オーディオハイプ2はウィンドと定位感が似ていたので比較してみたんだけど、波形自体は思ったほど似てなかったな。なるほど、共通点が少なくてもハイプ2と比較したくなるってことは、ウィンドの定位感がそれだけ優れていると思ったってことですかね。そうだね。波形も構造的にもあまり似てなかったけどね。了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
良いモデルだと思うんですが、ちょっとずつニュアンスは違うんですね。だよね。もうそれぞれ好みの問題で、基本的に優劣で話せるレベルではないと思うよ。ここからは実機での聞き比べになるけど、ウィンターウルトラはさっき愛ちゃんが言ってたけど、ウィンドに比べ中域の厚みの差がわかる出方をしていて、少し音が真ん中に集まり気味に感じた。あくまでウィンドに比べてだけどね。一方クインテッドはウィンドに似た印象なんだけど、空間の真ん中が少し開いた感じに聞こえたね。ウィンドが比較した2モデルと違うのはフェイスプレートの構造で、セミオープンタイプと言っていいと思うんだけど、聞いてて開放感ある。その分背面から音も若干漏れてくるから、外で使うにはちょっと気を使うだろうけどね。ウィンドを聞いた印象を教えて。そうだね。これはハイプ2のレビューで言ったけど、大きな空間の中にいろいろな音源の空間があって、定位感プラス奥行き感を感じられ、立体的に音源が存在している感覚。さらにそれがきっちり分離しているわけではなく、程よい曖昧さもあるので、とてもナチュラル。聞き始めた段階ではあまりにナチュラルなので、あれ普通っぽいって思った。これはウィンターを聞いた時にも感じたことで、個人的には褒め言葉。BQ ワイズのこの価格帯のモデルの目指す音の方向性はこうなんだろうなって思う。低域は波形で見るより存在感ありましたよね。そうなんだよね。どっしりかつクリアさがあるね。中域の減衰は最小限に留めていると思うので、再現力は高い。中高域以降ではこの3箇所にしっかりピークがあって、山谷もはっきりしてる。ボーカルを含むメロディーラインもうずもれることなくしっかり出てくる。でも定位感がよく、周りの楽器音の細かいニュアンスも聞けるので、音楽を作る立場の人、楽器やっている人にも受け入れられやすそう。全体的なバランスは個人的にはやや小域寄りな気もしたので、イヤーチップで調整してみた。とはいえシンバルがうるさいとか刺さるような小域ではないよ。定位感がいいので映画視聴やゲームにも合うでしょうね。といったところかな。微妙な点はないの？フェイスプレートから音が少し漏れるから、外で使うならちょっと気をつけた方がいいぐらいかな。こりゃあまた愛は買いそうね。買うわよ、もちろん。BQ アイズに限らず聞いていていいなと思うモデルって同じような傾向で、今回の比較に登場したウィンターウルトラや QE イヤーズクインテッド、セイオーディオハイプ2なども帯域バランス、空間の広さ、定位、解像感、分離、開放感などの項目が優れていると思います。その項目の中でのちょっとした特徴の違いがそれぞれのモデルの聞き心地の違いにつながるわけですが、ウィンドはこの中で特に空間の広さ、奥行き、定位、開放感に新しい風を感じました。今後ウェザーシリーズとして定期的にリリースされるのが楽しみです。ということで BQ ワイズウィンドのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。